フィッシャーシングです。元木ダーマじゃあよマサイメンバーちゃんと全員集合。何どうしたの？大ごとにやった。あ、いや何が？アイムヒアかもしれません。聞かざるを得ない。車で一緒に帰ったらちょっと急に明かされたから。何を？一応仕事に辞めるって伝えました。おお！言ったんだ。すげえ。マジか。はい。伝えた？伝えて辞めることにはなってるんだけど、ただ現場の都合上人数とか引き継ぎの関係でもしかしたらずっと6月末じゃなくて7月末になる可能性があるけど、最低でも7月末には辞めます。胴上げだこんな YouTuber おらんぞ。このメインチャンネル自体は、一応8月の24日かな ?10 周年なんですよ。はい、10周年になりました。そうだよね。軍団とチャンネルの周年はまた違うもんね。そうなんですよ。1個前に実はチャンネルがあってそれを消してるんですよね。そうなんです。で、今のチャンネルになってて、そこから10周年経った。すごいですね。めでて。めでたいですね。10年続けてんだな。意外とあっという間だったことない？10周年。だったことない。上り詰めてっちゃった12年目か結成から12年か。そうだね。だって2010年2月25日に結成してあ、そっか。で今に至るわけだから12年目の12年結成12年チャンネル10周年。そうだね。結成12年って長いな。で2012年の8月24日にチャンネル新しくしました。それがこのチャンネルね。そう、このチャンネル2015年7月20日にウームに所属しました。まあね、今でも覚えてるわ。何回か言ってたもんな。そうだね。なんかその入る前にも挨拶みたいなのしたもんね。そうなんだよ。2015年11月23日の時点で10万人で、そこからまた登録者数になるんだけど、2016年8月12日に100万人達成。いや急にマジでたまに俺切り抜きかなんかで回ってきたんだけど、なんか登録者の伸びみたいな推移みたいなあるよね。あれで途中やっぱ早かったんだけど、10万人から200万人ぐらいかけてバカみたいなスピードで伸びたじゃん。あれやばいよ。ワーンって伸びた時、だからその時だよね。その時2018年9月4日500万人。嘘だ。途中いろいろあったなって思うよ。でその数々その中でもイベントはあったんだけど、大きなイベントを概要欄にまとめてるから、そこをちょっと読み上げていきますね。2019年の4月の7日、葛飾区の亀有警察署長1日目。1日目じゃない。1日警察署長。そんなやるそしたら俺たちは警察なのよ。1日警察署長。警察チャンネルじゃん今。その年ですよ。2019年12月5日 YouTube リワインド2019、世界で最も再生されたクリエイター世界級にランクイン。 YouTube 界のアカデミー賞のストリーミーアワードで日本人初受賞。2020年8月2日日本初単独チャンネルで合計視聴回数100億回。日本人初めてです。日本人初めてです。2020年の11月18日、最大の旅行1万908人でギネス記録達成。そうですね。日本そうね。あれは楽しかったね。で、2020年の4月26日にその5点年が発表されて、オリジナルだね。5月31日に葛飾観光大使に就任しました。っていうのが概要欄に書かれてる。全然いっぱいあるね、まだね。まだなんか大きいのをまとめてるんだけど、細かいので言うとまだ全然あって。いっぱいあるね。細かいことが大きいことだしね。ね。だって今のミュージックステーションに出演とかも出てないじゃん。出てない。それで考えたら相当いろいろやってきたんだけど、そんなチャンネルも今はね10周年でようやっとこのタイミングでダーマくんが本格活動を始めるという。正式加入。いろいろとありましたね。会社に勤めてたんだけど、勤めながらね、今までは休みの間でもうだから仕事してせっかくの休みなんだけど、その休みに俺らの時間を当ててくれてて、で一緒にこう撮影とか MV 撮ったりとかしてたんだよね。今までのフィッシャーズ全力じゃなかったって。そういうことだよ。そうようやく全員揃ったから、こっからだなっていう感じがすごいよね。
ね俺が言うのもなんだけど10周年で本格的ってさ、伸びしろありすぎじゃない？そうだからこんなチャンネルないのよ。新しい人加入とかなら分かる。昔からいるやつが本格活動するのが10周年確かにね。なかなかないんじゃないこれ。長い間会社にいたわけじゃん。じゃあ何年働いてたの？俺を20歳から働いてたから。長っ。やばっ、会社10周年行くとこだったね。そうだよ。会社に勤めながら僕らの活動をねこうサポートしてくれてたんですけど、ここからは本格的メンバーとして活動していくと。いや当初ね、実は知ってる人少ないかな。フィッシュって10人ぐらいいたんですよ実は。そうだね。実はそうね。まあね、その YouTube 活動する前に抜けちゃった子もいて、残ったメンバーが大体8人ぐらいだったのかな。そうだね。そうだね。で8人の中で、YouTube をこうスタートねしてって、でいろいろとあって大悟が抜けちゃったりとか、ペグが抜けちゃったりとか、でいろいろあってようやく全員集合する。10年ってすごい歳月だからね。10年前にさ、なんかこうアイドルとかと違ってさ、こうやるぞっつって YouTube やるぞっつって集まったメンツじゃないからこそ、なんかちょっとね、なんか積もる話はあるよね。今当たり前だもんね。 YouTube 一緒にやろうやって言ってグループ結成するのって当たり前だと思うんだけど、俺らそうじゃなかった。じゃないんだよね。10年前 YouTuber ってものがそもそも認知されてないし、言ったらノリのいい遊び仲間なんよ。こうやってみんなで集まってグループとして YouTube 活動するようになったって考えると、この10年って長かったんだなと思う。いや、そう考えるとないよ。やっと全員が説得が終わったってことあーみたいなそれぞれあったじゃない加入するしない問題。あった、みんなあったし、最初の頃なんかそもそも否定的なのが半分ぐらいいたし、そうやな。てか多分肯定したの俺だけだった。そうそうだね。シルクが本当に根気強かった。ネットがさ、まだそんなに知られてない時代だったから、それに対して警戒心持つのは当たり前だし、それを分かった上でまだ本気だったのがシルクだったっていうだけの話だよ。私も何回か一応あったじゃん。あるある。そのなんかダーマどうすんの YouTube 本格活動しないの話何個かあったんだけど、我慢できなくなったんだ方が、もう来いやっていう形になる。もう来てもう来てよって。あんまり話したいことがある。怖いなんで会社辞めて。ストレートだな。うちに来いってな。真面目な話になるけど、ダーマさん来ませんか？宣言しとくか。宣言？何宣言？いや、仕事多分辞めるよ。そこでじゃあ一回もう多分これ宣言しとかないと、多分これずるずる引きずるから。てか俺がその友人として多分そろそろけじめがつかなくなるから、ここで決めるよ。多分始めて1ヶ月は多分お前のこと嫌いになると思う。もうみんながもう酔いつぶれたぐらいだよね。にマサイと話してて、で、いやじゃあ俺辞めるよって言ったじゃん。そこまではさ YouTube 本格的にやろうっていうのは決めてはいたの。あの時にガチって決まったの。正直俺の中でも結構ね、説得されたのもあったし、結構その撮影とかもあんま仕事があるから出れなかったのもあって、で編集とか結構さやっぱみんなやってるし、で、シルクとかもずーっとやってて、で多分シルクがそう俺はあんまりその介入してこないのは、シルクなりの考えがあってっていうの分かったから、俺自身もやっぱ心苦しかったのね正直。その一昨年ぐらいからダホがもう、なんかふざけ半分本気半分で来いよ来いよって言ってマサイがもうグワッて言ってきたじゃん。そうだね。あの時にいやじゃあ俺も心決めるかってことで年末のあの時にガシって決めた。じゃあもうあれがなかったらまだいなかった。めちゃくちゃあんだけ熱く語らなかったらまだちょっと踏ん切りついてなかったと思う。それは言ってよかった。ダーマに関してはやっぱ一番難かったの。そのいろんなパターンを俺踏んじゃったから、確かにね。そう俺正解が分かんなかった。ダーマって意外と繊細な子なんですよね。そう本人が覚悟決まるまではあんま言わんとこってなんですよ。恋愛シミュレーションゲーム。間違えたら終わり。だったからめっちゃ悩んだのを覚えてて、その時に2人が言い出してっていう。でも結果多分俺から言い出すよりこの2人が言い出した方が合ってるなとは思ったから、多分マサイに言われるのが一番響くかなっていうのはちょっと2人高校一緒だから。そう一緒だった長かったからっていうのがあってあの動画になったんだけど、サムネでさなんかこうやめるよみたいな感じのサムネだったんだけど、どっちよ。そうで夏頃に会社いろいろとね引き継ぎとかいろいろ全部やることやって入るよって言って本当にそうなったんだけど、ちょっとね8月はうまくいかずにほぼ出てないし、そうしょうがない。そういうこともある。そう夏にダーマ本格参戦これはいいぞと思ったらちょっとね諸事情があって出れなくなっちゃってで結局9月から本格活動っていう、全員揃ったっ
ということで、原点のちょっと土手に一回行かんわおいいね。ちょっと今からみんなで土手行ってまあちょっと昔に戻ろう。おてかこの時期にそれやるの珍しい。そうだから年始に戻るじゃん毎回。年末年始年末年始に土手に帰って戻るのってなんか10年前に戻る感じは確かにあるんだけど、どっか1年戻ったって感覚の近くて、確かに毎年言ってるか。そう1年をこう戻ってくっていう活動をしてる感じなんだけど、まあ本格的に YouTube やりだすぞっていう、要は南地区センターで熱く話したりあの辺の時をのちょっと感覚に戻りたいなと。まあ多分この動画って俺らしか撮れないから。そうだな。ということでちょっと今から土手に行きましょう。やりましょう。原点のフィッシャーズを見せましょうということで今から行きたいと思います。じゃはいあ移動。なんかいいよ。いいね。始まってる？景色映したいんじゃない？俺らじゃなくて今。まあ込み込みでいい。薄着で来るのも久々かも。ああそうだね。ああそっか、いつも冬だもんな。土手草。土手臭いね。いつも冬に来るからめちゃくちゃ生えてる。ちょっとここの当番あれするわ。カメラマンダーマくん。はい。じゃあブレブレでいい？はいお前ふざけんなよ。ちゃんと使ってね。あんまりさカメラ持つ機会もないもんね。確かに珍しいわ。いや正直これだったのが不安。逆光来てる逆光。逆光なってない？暗くなってない顔。こっちから飛んでそういう時は確かに。ああ土手映しながらとか思ってたけど確かにそうか。そうそう逆光になるとね。勉強になります。夏の土手は5年ぶりだ。そうだよな。だってみんなここ来るとき最近ずっと厚着しかしてなかった。そうそうそう。あ、ちゃんと後ろも確認してるね。いやずっと落ちないかどうか怖いんだよこれ。落ちてほしいな。おいとりあえず落ちてほしいやめろお前。はい土手到着だ。なんかこのいつもにないこの緑生い茂ってる土手いいわ。全員ちゃんと道に沿う。誰もね踏み外したりしねえから。YouTube でもね道を基本的に踏み外さないように頑張ってますので、そういう真面目さが出たんですかね、知らんけど。何？あれ？ルートがなくなってた。ここそっち行けたんだ。本当だ。あれ？こんなトドロみたいなことある？あれ行けなくなった。行けない。いつもこっから割って入れるけど夏場は草増えて行けないんだ。あ、じゃあ冬で正解なんだいつも。そうなんだ。ほらここいつも割って入ってった。そうだよね。やばいなんかアドベンチャーみたいな。そっちから行けない？こっちから行ける。あ、行けんだ。じゃあ行こう。いつもの行き方じゃないな。やべえな。何やってんの？釣り竿になりそうな枝見つけたよ。長通行止め。長くて魅力のない枝。そうだよね。変わらず12年間来ている。いけそう？よいしょ。気をつけて。確かに。28には見えないかも。ちょっと若返って見える。ここでもここ来ると心が若返る。ね、夏なんかいいな。ね。夏の土手いいんだな。ああ逃げた。カニ捕まえた？まだ。ホールトマト入れて。やめろやめろ。食うんじゃねえよ。ダーマがおる。この時期に。荒川には別に時期はあったけど荒川結構いいでしょ俺。ちょっと待って、なんでどうしたの？なんでどうしたの？どうした？いちゃ悪いか。カメラ交代できんのがすごいわ。なんか当時3本ぐらいみんなでここで撮って、でなんか俺が編集して、でマサイもまた編集してみたいな感じだったじゃん。その時カメラ持ってて持つ人間いなかったよ。いや、そうやだっつって持たなかった。多分カメラ持つのがめんどくさかったんだ。カメラ持ってると何もできないしね。そう。あと相変わらず電車多いな。いや本当にお疲れさん。でもあれで通勤しながらフィッシャーズ探してるっていうなんかリップが来た。ああそうね、あるよね。前まで俺あれに乗って帰ってきてたからねちゃんとね。平たく10年やばいな。やべえよ。だって18だぞ10年前。若すぎだろか。逆に10年遡っても18なんて思っちゃう。ああ確かに。そう。やっぱ中3の思い出で止まってるとこあるから、そう18だとまだちょっと大人な感じある。確かに。中3って何歳？15歳。15ぐらい。だから成長の仕方がいい成長の仕方してるよね。ちゃんとなんかいっぱいいろんなのを重ねてここまでちゃんと来た。だから何もせずにもうオリエンタルラジオさんのネタであるんだけどさ、下積みなくてボロが出るってやつ。なんかそのちゃんと下積みと言われる時間は多分俺は長い方だけど。あれだよね。まあ急になんかバズって一気に増えた時になんか貯蓄がないみたいなことはない。そう。ちゃんと踏むとこ踏んできてるっていう。速度速いんだけど石橋は叩いてきてるね。確かにな。こいつなんだけどちゃんと炎上もしてるから。そう。ちなみにあと2億で9度で。よし。高いよね。すげえな。年内には。そう年内には越したいよね。150億ってやばくない？やばい。まだ150億。チャラくなっちゃうかじゃあここに来て。
いやお前のチャラいイメージこれなのダーマここに入る入らない問題のさ話戻るけどさ、うちの高校の友達も言ってたもんね、ずっと LINE で。ああそうなんだ。お前フィッシャーズ行かねえのみたいな。いや多分周りからしたら絶対そうだよ。他の YouTuber もみんな会うたび言ってた。言ってたよマジで。当の本人たちはさそんなに意識してないけど、やっぱ普通にチャンネル登録者数も再生回数も多いってなったら、いや世の中的にいけるやんってみんなに言われるもん。言われるし、なんでじゃあこいつ一本じゃないのっていうのは確かにそう思う。確かにそう。まあ結果こうなったのかな。そうだね。結果一本なんだけど、こっから覚えることが多くて結構不安があったよね。あ、まあそこがね結構ネックだったんだ実そう際。逆に今言っとけば不安なこと。不安なこと不安なこと1。編集編集ちょうど電車とコラボコラボなんだ。俺人見知りだからさ。いいじゃん、全員ケツけるよ。全員もうこれからやるコラボ相手全員ケツけりゃいいんだよ。ヒカキンさんから女子 YouTuber までケツ蹴ってお前はいける。確かにお前は許されそう俺らも初めましての人だとちょっと気まずいけど。いやもう全員行ってほしい。大御所だと全お前全炎上するわ全炎上するわお前トレンドでダーマキックっていうのがあ、それ見たい。それは見たいな。もう相手がメイウェザーでも言ってほしいもん。確かにかかってしまった賠償金とか絶対払わないけど自己責任で。そこやれよ。そこは自己責任で。そこはやっぱチャンネルやっぱこう責任はやっぱ押し付けてやっぱピッチャーズだからやっぱうわいいねこれ。ああいい。減ったね。なんかさ、それもさ、こうやって動画で言えるようになったのもさ、ああそう成長ですよ。なんか成長だよね。誰もが納得の理由で抜けてるってことだけを、やっぱ一番俺らが納得してるかどうかが一番大事じゃん。そうだね。そう実際俺らの問題だし。そうそうそう。だから俺らは納得してるわけじゃん、今までのことに対して。それでいいとは思うんだけど、まあそうやって逆に言わなかったから不安がらせちゃったのもあるだろうね。確かにな。でも逆にちゃんと言うけど、まあ普通にちゃんと減った。減ったね。いや、わかんない。30年後とかシルクが区長になってるかもしんないよ。シルク長。なんかちょっとありそうじゃん。俺なんか勝手に思ってんだよ。なんかそういう形でなんかメンバーがまあ YouTube やりつつだけど、まあ大事だね。なんか行ったりとかしそう。いやでも尖らないで個人的に強くなるっていうのは大事だよね。確かに。なんか一人一人がちょっと強くなっていくと尖りって出る。出る。その尖りをなくして丸く強くなっていきたい。ね。巨大な丸に。そうそうそう。でそれで丸くなった時に全員で掛け合わせたら強いよねって結局なる。でなんか仲良さそうだなっていうのになりたいから俺が。華やかさみたいな。あ、そう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 。早めにね遠征は慣れとかないと確かに相当体壊すと。かなりストレスかかるよ。絶対壊すと思う。コラボでお泊まり会とかやる。ダーマ貸しますやりたいよ。面白い。めっちゃおもろい。面白い見たい。やだ、俺が見たくない。コラボは絶対早めに慣れた方がいいから。それはそうだけどね。お前何周年のやつがこの話してるの。ダーマコレクションとコラボしよう。ただあなたはまだ本当のダーマを知らないから。なるほど。あ、そういうの分かってんだ。確かに本当のダーマを知るために確かにおしゃれになる。そうそうそう。グループにさちょっと派手なやつって絶対いるじゃん。セカオワで言ったら DJ ラブさん、はいはい。あんな感じでもうわけわかんない着ぐるみずっと着てればいいじゃん。逆のパターン大体かぶり物じゃん。逆もう下のみっていうかぶられてる。かぶられてる。顔だけ俺なんだ。こうなりたいなっていうビジョンがなんとなくあったの自分の中で。はいはい。まあそうなれたかは置いといて、なんかダーマの中でフィッシャーズのダーマとしてこうなりたいとかってある？まあそんな明確なビジョン俺ないんだよ。なんか結構そこはちゃんと考えるとよりその近道ははっきりすると思うし、まあなんかやってることの意味が全部出てくる。なんか一本一本の動画も違うし変わってくるし。私なんかね、他で悩まなくていい。あ、まあそりゃそう。じゃあ顔寝た？起きてるよ。やっぱ落ち着くなってなっちゃう。そう。あもう中学のままの顔なんですよ。ね。多分中学の時のがうるさかった。あ、確かに確かに。いやでもフィッシャーズの実家の一つでもあるんじゃない？あーまあまあここがね。今考えたらすごいよね。撮影しにここ来てたんだよ。そうだよな。そう距離あるね。しかもチャリでな。アホだよ。俺マサイがカメラマンしてる時めちゃくちゃ安心できるんだよ。あ、まあそれは分かる。なんで画角を気にしないです。俺もこうカメラをやり続けてきて YouTube 的なカメラ知識やっぱシルクからだよ。それはさ、なんかさ、シルクがさ、なんか店でいう秘伝のタレみたいな。ああ、そうだね。そうだね。 YouTube の編集やるとこの絵が欲しいっていうのが出てくる。だからカメラがなんか必然的にこう扱えるようになるっていうかね。あ、結構早い段階で BGM とか SE つけ出したもん。そうだね。多分 YouTube がまだほとんどの YouTube クリエイターがつけてない時に多分 SE と BGM とそういうのつけてる。だから俺らが動画で結構ドッキリの時はこれとか、サプライズの時はこれとか、運動の時はとかの時に使ってる BGM を
結構いろんなクリエイターさん使ってくれてる今当たり前になってっけどさみんな使ってるやつみたいになってて普通に嬉しいし、まあねまあなんかちゃんと作ったなって感じはだから確固たる自信はある、それはすごいよなそういうあれを生んだの、だからジェット大輔さんでいうジェットカットとかさ、瀬戸さんの編集もな瀬戸さんの音合わせのさ音で遊ぶ感じとか、ねまあ、俺は結構自信あるのは SEBGM あと大量カメラ集中しきった時11カメの動画がカット3時間だった安い大量カメラ一人編集は今作ったって言ってたけど誰も継ぐ人いないんだよ本当にそうあ、そっかお前がまさにやっててその秘伝のタレは別にいらないんだまあいるかもしれないけどプチ独自ちょっと広まってはないまだ知らってないなんかいかにも誰かがなんかやってるみたいになってたけど、シルクしかやってねえやってないのよ動画のこの雰囲気の時のこの BGM だなみたいなのはまあシルク発信のこと意外と多いなんかあれエンディング幕下ろしタイプ私なは彼だもんね前まではバイバイで終わってたのがねその幕下ろしっていうそうそうだからオチがたくさん作れるエンディングになったんだよね技術的な面で言うとこの10年って結構いろいろと作っててねまあもちろんその日本人初とかの記録もいっぱいあるけど、YouTuber 初のそのなんか新しい挑戦もそうだけど意外とその YouTube においてもちゃんと新しいの作ってるそうだねまあでもグループっていうのも当時流行ってなかったし今珍しかったと思うよだからグループで言ったら俺ら最長でしょそういうことなのそっかそうそっか老舗おいやったソロじゃないと伸びないとか言われてたことあるじゃんあった鬼ごっこっていうコンテンツ俺ら発信だよ確かにね鬼ごっこを動画にしようって人いないもんなアスレチックもさ動きながらカメラで追うとかって当初なくてやっぱ止まりだったんだよ全部でそれがちょっとなんかこうもうちょっとうまくできないかなで動きをやるようになったじゃんでそれが今さもう誰でもやっぱ鬼ごっこやるわけもうなんかね俺的にやっぱ来たなと思ったあやっぱ合ってた GoPro とか10年前あったいやないから全部でけえカメラ全部さそう今はだからさ GoPro とかさ、まあ、なんか頭につけたり持ったりとかできるけどさ当時普通にでっけえカメラでさ持ってんのねだから結構コラボの時にさ鬼ごっこやるとフィッシャーズのカメラ安定しすぎてるそうやっと言ってもらえるようになったんだよね、そうそうそう、いや俺らマジで鬼ごっこのカメラバカうまいしやね画面用意しない画面用意しないって言われるねちゃんと今の YouTube で流行ってるやつソロしか無理って言われた時代にグループでちゃんとやって成功して今グループじゃないと無理じゃないって言われてるしで鬼ごっことかも当初要はいやそんなカロリーでかいのなんてみたいな感じで言われてたけど今ちゃんと誰もがやる人気企画になってる根付いてるよねそうだよなだからなんかねやってなかったんだやってなかった心霊もそうだよね霊見える系 YouTuber ゼロいやいらんまずなかなかいねえもんなそれはラッキーそれはラッキーだからダーマはだから困ったら絶対聞いた方がいいそうだね分かんねえってなってるとマジどんどん遅れるからまあスタッフもいるしね確かにそれってうちスタッフやばいなそうそれもね10年のうちのねだって当初はコラボさえ嫌だったんだから基本的にはさコラボすると俺らのねそのノリが違くなっちゃうじゃない今はもう普通にさそのコラボ相手とも身内乗りみたいにできるけどね昔はやっぱねまあちょっとこう外とねこう関わるっていうのがそんな得意じゃなかったんですよ、だから結構そこネックだったんだけど実際コラボ行くのもその外に行きやすい視力飛んだ方が多かったああそうだねそうだね2人で多かったよねいや俺はもう苦手だよ今すげえ気は使ってるよねまあそうだねほんとマジで逆だよね俺ズカズカ入るそう視力すごいまあ半分才能だよね半分まあこれはまたその個性だなそうそうまあうちはそこら辺ちょっとバランスいいよまあそうだねぜひ視力の動画でもういやまだいないよシルクポジション俺の方いないからおいで席だいぶ余ってるからいけんのお前ぐらいで鼻くそ飛ばして似合うか似合わないかあそういうこと確かにお前だって鼻くそ飛ばすのなんかちょっと似合うヒレクソ耳クソを飛ばして生きてるからまたまあいけるなダーマもいけるなダーマはキャラ的にもいいと思うちょっと俺行きたくなくなるんだけど鼻くそ飛ばすの似合うタイプっていうとちょっと行きなくなっちゃうなだからなんかダーマ入ったことによってさダーマバージョンがさあるだけでもう全然違うよね嬉しい本当にそうそうだね服がねだからダーマって飯食えんのかなとか俺らおお確かにもう大食いできんの食わせんなよ無理だよいやお前らの動画見て学んでるからあやばい量食うんだなあちょうどね大食い企画今仕込んでるふざけんなよ呼ぼうか早い心霊ないじゃんあんまりいいじゃん知らんね確か心霊もわかんないしまあでもアスレチックの動画を正直見てて楽しそうだなって思ってるよこの夏の3億いったお疲れ様会はまた今度やりますおおねなぜかっていうとこの夏は俺らだけじゃ絶対に無理だったまあ間違いないうちのスタッフがいてちゃんと毎日動画ショートも上げれてるそうだなフィッシャーズだけが見たいよって俺言われるけどそこはちょっとスタッフを映せ
させてくれ。チームフィッシャーズだよね。そう、あいつらも紛れもなくうちのチームなんだよ。うちらからしたら本当もう身内だから。そう奴らは本当にこの夏マジで頑張ったんだよ。本当にあいつらもいてこの夏いろんなエンターテインメントをね届けられてるんで、いいね。まあ最後全員で3億お疲れ様みたいなやつはまた別の動画でやります。そうね。もう今回は完全主役ダーマくんなので、最後ダーマくんに締めまでやってもらおう。動画の締め一番むずいから。フィッシャーズ結成して、10周年の12年目、ちょっとずっと二足のわらじな感じでちょっと中途半端な状態でやってきたんですけれども、これから本格的にフィッシャーズに参入するってことでちょっと不安なんですけど、編集もちょっとコラボも動画の演者もちょっと全部全力やっていきたいと思うんで、ちょっと皆様至らぬところがあるかと思うんですけれど、これからもよろしくお願いします。お前ら俺の動画見ろ低評価押すな、チャンネル登録よろしくクソかてめえよ。ようこそという。そうね、ようこそ。いらっしゃい。仲悪。とりあえず今年中に800万いきましょう。行きましょ新誠の方、そうだね。新フィッシャーズをよろしくお願いしう。ます。お願いします。どう思ってみる？ダーマが持ってアデューしよう。落としていい？じゃあこれからも新フィッシャーズよろしく。せーの、アデュー。いいね。ほらてめえ、ほら今日から仲良しだ。動画終わんないよ。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter やっても目指せ登録者1000万億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、ありゅー。